こんにちは、ガジェットインフォです。このチャンネルでは、世界中のあらゆるスマホやガジェットをご紹介していきます。よろしければチャンネル登録していってね。今回ご紹介するのはこちら。リアルミーの、リアルミー GT Neo です。リアルミー GT Neo は、このチャンネルの1本目の動画でご紹介した、リアルミー GT の一部性能を変更したモデルです。Neo と言われると、バージョンアップなのか、ダウンなのか、よくわかりませんが、内容を確認すると、ちょっとだけダウングレードかなといった印象です。その辺は、動画の中で、比較しながら深掘りしたいと思います。本編前に、使用を確認した私の感想ですが、買いたいとです。買っちゃう？ポチちゃう？というレベルの誘惑です。その魅力的な中身は、機能ごとにご紹介しますので、ゆっくりしていってね。まずは、項目別に変更の有無を確認します。項目は、サイズ、ディスプレイ、CPU、メモリー、ストレージ、OS、バッテリー、モバイルネットワーク、カメラ、SD カードスロット有無、防水防塵、Bluetooth、イヤホンジャックです。変更点はこのような感じ。ほぼほぼ別物になっとる場合。また、USB の通信規格の対応有無にも変更がありますので、それもご説明したいと思います。それでは、それぞれの項目を比較しながら確認しましょう。まずはサイズから。外径寸法は同じで、縦 158.5mm、横 73.3mm、厚さ 8.4mm、重量は 179g で、7g だけ軽くなりました。ディスプレイには、変更がありませんでした。6.43 インチの有機 EL ディスプレイで、画面占有率は 91.7%。解像度は、1080ピクセル ×2400 ピクセル。リフレッシュレートは 120Hz。タッチサンプリングレートは 360Hz。このディスプレイをキープしてくれたのは大きいです。続いてバッテリー周りです。バッテリー容量はどちらも 4500mAh です。ただし、急速充電は異なっており、リアルミー GT では 65W に対応しているのに対して、リアルミー GT Neo では 50W にダウングレードされています。しかし、50W でも 0% から 50% まで16分で溜まります。高校生の勢力レベルで例えがひどい場合、そのため 50W でも十分なスペックと言えます。続いて冷却性能です。冷却性能はリアルミー GT と全く同じです。CPU が異なるため、発熱量も異なりますが、しっかりとした冷却システムを搭載していると安心できます。続いてはモバイルネットワークです。携帯大手3社足す楽天の対応状況を見てみましょう。各社の主要バンドごとに確認します。バンドとは、ネットワークに割り振られた番号で、国が使って良い番号を各社に割り振っています。ドコモは1、3、19のネットワークを割り振られ、ソフトバンクは1、3、8といった具合です。そして、スマートフォンは、端末によって使えるネットワークの番号が異なるため、SIM フリー端末を使用する場合は、端末が使えるバンドと、契約している携帯会社のバンドを照らし合わせる必要があります。マスはドコモです。ドコモの主要ネットワークはバンド1、3、19、リアルミー GT Neo は、ドコモのバンド19に対応していません。バンド19は、プラチナバンドと呼ばれるネットワークで、建物の影や地下などの電波の届きにくい場所でも、電波が届くようにしてくれます。そのため、ドコモのネットワークでは、つながりにくい場所があるかもしれません。次にソフトバンクです。ソフトバンクの主要ネットワークはバンド1、3、8、リアルミー GT Neo は、
ソフトバンクの主要バンド3種類とも対応しています。次に au です。au の主要ネットワークはバンド1、18、26、リアルミー GT ネオは、バンド1以外の主要バンドに対応していないため、au での使用はおすすめしません。最後に楽天モバイルです。楽天モバイルの主要ネットワークはバンド3、18、リアルミー GT ネオは、楽天モバイルのバンド18に対応していないため、楽天モバイルでの使用はおすすめしません。というわけで、モバイルネットワークには大幅な変更がありました。リアルミー GT では、すべての携帯会社に対応できていましたが、リアルミー GT ネオは、フル対応はソフトバンクのみでした。これは注意が必要です。また、ボルテの対応状況についても、別途確認が必要です。次はカメラです。カメラは変更がなく、背面は、メインの6400万画素、広角の800万画素、マクロの200万画素、前面が1600万画素、センサーサイズ、F 値はこんな感じです。深度センサーや望遠を省略している点は、コストダウンを図っているようにも思えます。しかし、背面も前面も、ポートレートモードやナイトモードなど、現在のトレンドはしっかり盛り込んでおり、価格を抑えた端末にしては、検討している印象です。最後に、その他機能やセンサーについては、お財布携帯非対応、防水、防塵非対応、SD カード非対応、DSDS 対応、Bluetooth 5.1 対応、イヤホンジャックありとなっています。こうしてみると、非対応が多いですが、海外スマホではよくあるパターンです。不要な人にとっては、余計な機能で本体価格が上がるよりいいと思います。また、最初にお話しした USB の変更点ですが、リアルミー GT は OGT 対応ですが、リアルミー GT ネオは対応していません。OGT は USB 機器同士を接続する規格で、これに対応していると、USB メモリなどをスマホに接続して使用できます。こんな機能、使わんばい。という人には関係ない話ですが、写真を USB メモリに直接転送したり、マウスやキーボードをつなぐ人にとっては、重要な機能です。そして、価格ですが、まさかの35,000円からです。欲しいです。物欲が抑えられません。高校生の性欲な、その例えはやめんかい。スナップドラゴン888と同等のスコアを叩き出すディメンシティ1200を搭載した格安スマホ、携帯会社を選ぶ必要がありますが、お金はあまり出せないけど、最高の処理能力が欲しいという方にはおすすめの一台です。最後に、海外でスマホを購入する場合の注意喚起です。先ほどお伝えしたように、対応バンドの問題もそうですが、日本語に対応しているか、プレイストアが使えるかは、十分に注意しましょう。中国版は要注意です。気になった方は概要欄からリンクをチェックするとよかよ。最後に、こんな感じで、スマホやガジェット情報を配信しますけん、気になった方はチャンネル登録。クソだと思ったらバッドボタン。率直な感想や、今後紹介してほしいものがあれば、コメント欄へよろしくね。それではまた別の動画でお会いしましょう。またね。